こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。まだまだ寒い、目も開かぬ頃ですが、盆栽の手入れはもう新年が明けると少しずつ始まります。特に盆栽の中でも小白盆栽は3月、4月、遅いものは5月という頃に鉢や土を入れ替える植え替えがありますが、このようにもみじやカエデ、雑木の盆栽は一足早い植え替えになります。木はこの中も土の中もみんな春の準備がどんどん進んでいます。今日は一つカエデの植え替えをご覧に入れますのでお楽しみください。皆さんに今日お伝えする植え替えはこの木でと思っております。カエデの寄せ植え。寄せ植えではありますが、もうすでに何十年という時で根が一つの根ならに近い状態になっています。まるで冬木立、そして春の爽やかな高原の木立をわずかな本数7本で表している素晴らしい木です。もちろん国雨天などの細やかな枝打ちのものもいいですが、私はこのように梢の通る風が聞こえるようなこのようなカエデが好きです。この木は日本の盆栽界の戦後を彩ったお一人、岡崎市の稲垣三郎先生の遺愛品です。小白盆栽の名樹を数々輩出した稲垣先生、三河花火の職人としての第一人者と言われた先生ですが、このような味わい深い木もお持ちだったんです。今は培養のためにこの瑠璃色の鉢に入っていますが、決してこれがいけないわけではありませんが、昔を知る人、50年前を知る人は、この木は昔皿のような鉢に入っていたと伝えられています。当時稲垣先生が描いたこのカエデに対する美をもう一度蘇らせてみようと思います。まずは根鉢と言われる木が動かないようにしてある針金を取ります。ここから鉢を抜いて根をさばくことになります。雑木盆栽の薄鉢の場合は、まずこのように根を切るように鎌を入れて鉢を抜きやすくします。これだけの薄い鉢でまだ植え替えて3年と思われますが、すでにもう細かい根が鉢の際まで張り込んでいます。このように鉢の際まで張り込んだ根、でもこの根は不要になる根なんです。このように根は張り込んで、すでに水をあげて白い根が動き始めています。鉢の中は春はとうに訪れているのです。まずは植え替えに不必要なもの、そこの部分をいちいちほぐすよりも切り落とします。なぜかといえばこの木は山鳥ではありません。山鳥の大切な根は下にはこの木は存在していません。そのような時にはほどく時間を短くします。まずはこのような状態までしてから、これから上根を出し下根を取るわけです。雑木盆栽はこの上根と言われる幹から降りてくる根の周りはとても大切な姿になります。竹串で丁寧に丁寧に根の状態をかき出して、それが一つの盆栽の、雑木盆栽の姿にもなるのです。上根が終わったらば、
これから今度は底根の処理になります。薄い鉢の中を走るように底根は張られています。この白くなっている底根の部分はほとんど取り去ることになります。中心から外へとほぐすように長い根を伸ばしてほどいていきます。最終的にその根を全部切り落とす前に根の処理をするわけです。底根の処理は一度で仕上げるのではなく、ある程度ほどいたら植え替えるための根の状態を見ながら再度ほどく時もあります。まずは長い巻いた根をすべて取り払います。根を切りさばく時、土と一緒なので、皆さんは自分の一番大切なハサミではないものを使うことが多いでしょう。ただ、根は切れ味のいいハサミで切ることで切り傷がきれいに巻き、新しい根を促すことになります。根切りのハサミはいつも研ぎ上げていくことが大切です。この時に最後にそこにやや強めの走る根があったら、必ずそれは切り取らなければなりません。強い根が走れば、それはそのまま強い枝へと動くのです。根を横に柔らかく作ることが雑木盆栽の一番大切な、もう二度と植え替えると見えない根の処理なのです。ここからはこの高くなったところが降りていって植えやすいように、この周りの根さばきをします。このように基本的な根さばきをして、だいたい根鉢というこの土が残っている部分もこの程度にする分には、この木は一切傷むことはありません。さてここからですが、鉢に合わせて植える前に、楓のこのような持ち込みの木は一度根周りを洗ってあげることが大切です。根周りにある細かくみじんになった土を取ることで、水はけの良い、また新しい根が張りやすい状態になるのです。今回は稲垣先生が当時描いたというものに近い、この大南蛮の皿鉢を用意しました。約150年前のもので、今は数が少ないものですが、やはり新しいものを使うと木の古さが出ません。ここまでの根鉢の処理が終わりますと、今度は一度入れ合わせてみてどのようになるかを見ます。このような状態ですが、根っこを洗った時点で周りのコネがたくさんあって良いように思いますが、あまりコネが多いと木はその根が老化してダメになります。この段階でもう一回りコネが多いところを切り落とします。このわずかな処理が根の張り方を良くする場合があります。種類によっての強さいろいろありますが、このように持ち込みの古い楓は見てわかるように3年で細かい根まで張り込んでいくようになります。十分にこれで生きるわけです。
この状態の根の姿で植え込みができるようになるわけです。それではここから植え込みましょう。さら鉢ですので、あまり粗い頃は使えません。本来の大きな盆栽の植え土である赤玉と桐生などを混ぜた粒を下に引きます。古い150年前の登り窯での鉢は、縁を平らに見せるためには底が上がっているものが多いです。そこにはあまり土が入りません。それをよく考えて下土を入れます。はじめすり込むように下の根を入れるので、真ん中だけを少し多めにすり落とせるように入れます。このように天然のものは鉢の正面が難しいものです。線がきれいなところもあれば歪んでいるところもあります。あえてその歪みを流れに合わせるということもあります。左に流れるものは右を高く左に落ちる歪みを利用します。この木の場合は上に広がっているのでやや平らなところを探します。この辺でしょうか。株立ちの場合はその株姿がどう流れるか、それを見ながらやります。決して今までの植え替えを参考にするのではなく、今ほどいた姿としてどの角度がいいかを見ます。七冠立ちの場合はその七冠の姿がどう見えるかも大切です。少し左へ傾いています。そこを修正しながら植え付けます。根の下は竹串が入りません。ですからなるべく根に絡むように植え付けてあげます。どのような株姿の木でも必ずわずかな流れがあります。この木は主木の背の高い木が芯が右へと流れています。左の子供は抑えの姿、右は広がるように流れます。そのために鉢の上は今までよりもわずか 1.5 センチほど左に寄せて植えています。高さも左を高く右を低く、微妙なところですが、このような繊細な木はそういう部分も植え付けの時に大切なものです。竹串での打ち込み押さえという方法を使います。なぜかといえば、鉢の上に根を縛り付けるとせっかくの粘りの首を絞めてしまいます。打ち込み技法とやるときには竹の太さ、柔らかさは大切です。孟宗竹の新しい今年の冬に取ったものですが、このようにしならないほどの硬さ、小白麗の場合はこれでもいいですが、このように薄鉢の場合は差し込んでスーッとしなることが大事です。薄く削いで使う。竹串一つでもその木によって使い方を変えられる。竹は万能の道具でもあるのです。平鉢の場合は低めに、それでいて角度が上がっていないと抑え込めません。平らではいけません。やや上でしなり込みで押さえるわけです。3点を竹で根の中へ打ち込んで、竹の弾力を使って押さえ込む。これでほぼねじめが終わって植え替えの8割が完成したところになります。よく
園芸的にやると上にやりますが、針金が上に見えるというのは嫌なものです。これで土を入れてやると、植え替えた後、針金の姿すら見えないものができるわけです。プロとしての技ですので、皆さんもどうぞやってみてください。皿物と言われる薄鉢の植え替えで雑木盆栽に注意することは、中粒だけで植えるのではなくて、まず根際という場所を中粒でしっかりと中へ土を差し込み、最終的には細粒と言われる細かい土をもう一度上から差し込むことで根を安定させて張らせることなんです。中粒での根際の差し込みが終われば、本来は化粧土で使う細粒、この粒をこの上からもう一度突き上げます。それによって細かい楓の根の間にも入り、しっかりとした植え替えになります。ただし、細粒を使うときによくみじんを抜かないと、みじん詰まりを起こして水がけが難しくなります。きちんとふるってあげましょう。根際の処理が終わったこの細粒には、なるべく一度この粘りの周りからかけ上げます。これによって浮いた根を浮かずにするわけです。よく植え替えをやると根がきれいに出てくるんですが、根というのはあまりさらされてはいけません。粘りをたくさん見せる木をよく見ますが、私は根というものは、この下にもたくさん根が張っているんだなと見せる程度の植え替えが良いのではないかと思います。あまりに粘りだけを見せる強調をするのは盆栽の総合的な美しさになりません。ここからもう一度優しくついていってあげます。細粒を使ってこのように一度根際の大切なところを植え込みます。そして最後の仕上げになりますが、一度この根際の多すぎた土を払います。薄い鉢の場合はこの薄さも命なんです。土があまり多すぎるのもよくありません。完成名木の植え替えで大事なのは、鉢移りがもちろんですが、植え替えましたという姿を見せない植え替え、それが大切です。植え替えたかなとわからないような植え替えが一番です。盛り上がりすぎているところを取って自然な流れを出します。そしてその時に根際で足りないところをもう一度最後に足し込みます。根が浮かない、土の中にしっかりと噛みついて生きている、その姿を出すことが雑木盆栽には大切です。このような感じで植え替えは終了します。早く水をかけてあげましょう。南蛮皿に植え替えて木立の雰囲気が変わったように思いませんか？はじめの瑠璃の楕円に入っている姿、それからこの薄い南蛮皿に入った姿、私はこれに入れた時に今までよりも静けさと自然さが出たように思います。まだ植え替えたばかりですが、ここから化粧をして仕上がっていきます。稲垣先生が描いた世界、少しでも近づけたらと思って行った皆さんにお伝えする雑木盆栽の植え替え編でした。このような手入れのこと、こんなこともわびチャンネル数多くやっていきたいと思います。
アーカイブをお楽しみください。登録をしていただいて多く見ていただくと嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。